こんにちは、アトリエネトラポートです。このチャンネルは気軽にレザークラフトを楽しめるチャンネルとなっています。無料の型紙もついているので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ネトラポートの道具セットも販売しております。ネトラポート道具店をチェックしてみてください。今回はまた歯切れを使ったシリーズになります。こちらのホテルの鍵のようなかなり厚みのあるキーホルダーになります。こちらは2mm の革を6枚重ね合わせたキーホルダーになります。なかなかちょっと簡単にはもしかしたらいかないかもしれないので、小刃を整えて磨く練習にもなります。プレゼントにもこれからの季節に役立つと思いますので、一緒に作っていきましょう。今回型紙は1枚厚紙に貼り付けてカットしてください。使う皮は歯切れで大丈夫です。手持ちの歯切れを組み合わせて作っていきます。こちら 2mm の皮を全部で6枚重ねたんですが、中2枚だけ違う色にしてちょっとグラデーションっぽくて変化があって、こちらも面白いと思います。もちろん同じ革で全部揃えてもいいですし、全部違う革でも面白いと思います。使う革、表と裏だけ銀面が来るので、それ以外は傷があったり打ち損じがあったりしても大丈夫です。で、先にトコノールで床面を処理していきます。目の出る方向に向かってトコノールを塗ります。トコノール塗ったら重しを乗せてしばらく置いて平らにしておいてください。今回はかき損じで他には使えない皮やこんな感じでちょっとシミとかがあるこういった皮もどんどん中の方に使用していきますので、歯切れが大活躍だと思います。では全部で6枚写していきます。ではどんどんカットしていきます。包丁でも大丈夫ですし、カッターナイフでも大丈夫です。どちらでもやりやすい方でやってください。まっすぐなのでまっすぐな練習にもなると思います。6枚カットし終わったら、どれを一番上と反対側の裏側にするかをまず決めます。状態のいいものを選んでください。これにします。そしたらそれ以外のこの銀面を少し荒らします。中に入ってしまうので、この丸い部分だけ残して簡単に荒らしてください。荒らし終わったら、荒らしてない2枚のうちどちらを表にするか決めて刻印を入れます。今回はバッチリ入れることができました。それではどんどんボンドで貼り付けていきます。組み合わせですが、これが一番上になります。なのでこんな感じで、これが一番裏になるのでこんな感じでくっつけます。真ん中は真ん中でこんな感じで、よいしょ、こうですね、こうくっつけます。真ん中だけ裏合わせです。他は裏と表がつくようにしてこう組み合わさっていきます。向きが全部バラバラだとこの中の模様がバラバラになってしまうので、お好きな好みの向きで大丈夫なので、向きも考えて貼り付けていきます。
余分なボンドはしっかりと横から逃げるように出してください。ローラー持ってる方はね、使うと便利だと思います。それでは3組とも接着をしていきましょう。コバを見てもらうと、やっぱり少し段差ができていると思います。この段差は切れるものは包丁でまずカットします。上から下に包丁を下ろしてザクッと切る感じで切ると切りやすいです。これである程度揃えることができるので、形の整っていないところ、コバがずれているところ、これで少し整えます。包丁をよく研いであってバッチリ切れるという方、こんな切り方もあるんですけど、ちょっと危険な切り方になります。練習してから行うと2枚のコバが綺麗になります。少しずつ削ってください。ドレッサーで2枚のコバをしっかりと合わせます。しっかりと削って、この段階でもうズレがないように調整をしておいてください。3セットとも同じように段差をきれいにしてコバを揃えていきます。3セットすべてコバを整えたら、ここで最初につけたこのキーホルダーを通す穴を開けます。今回は15番のハトメ抜きです。それでは合体させていきます。まず2枚2枚で4枚に圧着します。4枚までならこのクリップで留めることができそうです。4枚がくっついたら、先ほどと同じようにずれているところを修正していきます。全部貼ってからね、一気に修正はなかなか難しくなると思うので、包丁をかけるのが結構大変難しいと思いますので、もうひたすらドレッサーをしっかりかけてコバを揃えていってください。4枚のコバが揃ったら、最後の1セットをくっつけていきます。最後この厚みになると、さすがにちょっとクリップが止められなくなってしまいます。なんかはみ出たボンドはね、こうちょっと取り除いてください。この状態でちょっと平らにしたいので、こういった重たいものを上から乗せて、真ん中からしっかり重さをかけて、ちょっとしばらくこのまま圧着します。6枚しっかり合わさったら、また最後にここでコバを整えます。やっぱり少しね、段差が出てしまうと思いますそういったところをきれいに整えていきます。これ包丁をよく研がないと逆に引っかかって危ないので、切れる包丁の方が気をつけながら行ってください。できない場合はこのようにね、上から下に落とすスタイルで少しずつ整えていってください。あとはひたすらドレッサーで、とにかく今回はドレッサーをしっかりかけて、コバの美しさを楽しめる作品にしていきます。コバが整えられたらへり落としをするんですが、先ほどドレッサーをしっかりとかけたので、少し押された状態でこの小鼻バリというか、少しこう外にこう少し広がってるのがわかるでしょうか。そこを少し
う戻してからヘリ落としをかけるとヘリ落としが綺麗にかかります。切り落としがかかったらどんどん磨いていきます。今回6枚も重なっているのでだいぶ磨き応えがあると思います。ピカピカに磨いていきます。1回目はこんな感じで1回でもねツヤが出てきました。ぐるっと一周磨きかかったら紙やすりでしっかり落としてさらにもう一度塗って今回はしっかり丁寧に磨くと本当に年輪のように綺麗なコバが仕上がります。それもすごく面白いのでね、ぜひぜひコバ磨き楽しんでやってください。ぐるっと一周コバ磨きをかけてください。いかがでしたでしょうか？なかなか重ね合わせてコバをきれいにしていく作業が今回夢中になれるポイントだったと思います。ぜひぜひ作ってみてください。それではまた別の作品でお会いしましょう。さよなら。